2021年度世界のベストレストラン50が先日発表されました。10月5日にですね、今年は現在のこういう状況もありまして、リアルとあとバーチャル両方で授賞式が開催されるということになったわけですね。で、実際にリアルの方ではですね、ベルギーのアントワープで、久しぶりに受賞セレモニーというのが開催されまして、こちら現地に、行ってきましたんで、この様子も、込みでですね、50について、今回のランキングについてご説明したいと思います。世界のベストレストラン50はイギリスのウィリアム・リード社というメディアカンパニーが主催している、世界の中で優れたレストランを表彰するアワードです。この世界のベストレストラン50の採点基準なんですけども、世界のシェフたち、それからレストラン関係者ですね、主に料理評論家さんだったりとかっていう方々、それから世界を食べ歩いている、フーディーと言われるような人たちの投票によって成り立っているランキングなんですね。で、大体世界で1040人、これが26地域に分かれていて、それぞれの地域に40人ずつの審査員、評議員って言ったりするんですけど、評議員がいるというふうに言われています。で、こちらですね、今言われているというふうに言ったのはですね、これ完全に匿名なんですね。で、ただ唯一、各その地域ですね、の、評議委員長だけは、実名が公表されているということになっています。ちなみに日本は中村貴則さんという方が評議委員長をやられていて、で、その中村貴則さんが、評議員の、その新しい選任とか声掛けとかも行ったりされているということになります。なのでその26地域かける40人で1040人という計算になります。で、その各地域ごとにだいたい3分の1がシェフ、3分の1が関係者、つまりその料理評論家だったりっていう方で、残りの3分の1がフーディー、食べてる方という形になります。大体その僕が聞いてる限りにおいてはですね、毎年4分の1ずつぐらいはその評議員の入れ替えっていうのも行ってるそうですね。で、こういうその評議員の集合体がそれぞれ投票した結果っていうのがランキングに反映されているということです。各評議員はですね、10票ずつ持ってるわけなんですけども、じゃあ何が審査基準になっているのかと、どういう基準でベストを決めているのかということに関してはですね、実は明確な基準っていうのはないんですね。それぞれが思うベスト。ベストの定義というのはそれぞれの評議員に委ねられているという中でベストレストランを選んでくださいというのがオフィシャルなガイドラインになっています。一番その50がですね、比較されるのが例えばミシュランだったりとかっていうところだと思うんですけども、ミシュランの場合は、匿名の、審査員。こちらもミシュランの場合調査員と呼ぶらしいんですけども、調査員が調査はしてるんですが、例えばシェフだったり料理評論家だったりという形ではなくて、あくまで公表されているベースの話なんですけども、ミシュラン社の従業員である専属の調査員が調査をしているということなんですね。なので多分それほどその毎年入れ替わったりっていうことはなくてですね、でミシュラン調査員がもちろんローテーションとかあるでしょうから、いろんな地域をそれぞれ年ごとに回ってその結果が集計されていると。なのでそういう意味ではですね、より幅広い、より何と言いますか、いろんなバックグラウンドの人が参加しているということでですね、審査員の母体がかなり違っているというところ。あとはその審査の結果がレストラン評価になるわけですけども、ミシュランの場合やはり星評価、1つ2つ3つが結果として出てくる。それに対して50はランキング何位という形で結果が出てくるというところが違うのかなと。あともう一個言うと、そのミシュランの場合は調査地域というのが決まってまして、調査地域、対象となる地域外の店というのは入ってこないわけなんですけども、50はそれが全くないので、本当にこんなところにレストランがあるんだというお店が入ってきたりするというのが違いかなというふうに考えています。やはり50で、ランクインする、特に上位にランクインするとかなり世界からの注目度というのがアップするというふうには聞いています。1位になったりとかするとですね、もう本当に予約の電話だったりとか、あとは最近ネット予約が多いので、ネットでの予約日、予約開始日に席をオープンして途端に埋まってしまったりとか、あとはその、ウェイティングリストですよね。
キャンセル待ちの数がもう何千何万ってなってしまったりとかということでですね、かなり反響があるというふうに聞いています。そういう意味ではですね、ミシュランというのは一つレストラン業界においては大きな価値基準になっていて、ミシュランでも三つ星取ったら同じようなことが起きるわけですけども、50はこの特に10年ぐらいですかね、影響力が増しているというふうに思いますね。今回、ベルギーのアントワープで授賞式が開催されました。もともとですね、そもそも去年やるはずだったんですね。大体2年やることが多かったりするので、去年今年っていう予定だったのかもしれないですけども、その去年の授賞式というのは中止になりました。そして去年のランキングは発表されなかったんですね。なので、そういう意味では2年ぶりの発表ということで、今回の審査結果というかですね、このランキングの投票はですね、直近の18ヶ月、通常18ヶ月なんですけども、この18ヶ月の結果だけではなくて、昨年の行われるはずだったアワードのために投票された票というのも、今回合算されて評価されてるんですね。今回の場合、そういう意味では過去2年半だったり3年ぐらいの投票結果をまとめたものということで、ちょっと今年だけイレギュラーな結果になっています。実際の授賞式はですね、アントワープの駅前にあるですね、コンベンションセンターっていうから結構その近代的な建物かと思いきやですね、なかなかその歴史的な建築物の中で行われまして、ようやく物理的に世界の料理関係者、シェフも含めてですね、集まることができたというのはすごく感慨深く思いました。ただですね、やはり現在でもまだアジアを中心に渡航制限が厳しい国というのは多いんですね。なので今回のアワード、授賞式においてもですね、アジアからの参加者というのは少なかったです。特にシェフで言うと、日本のシェフもトップ50にランクインしている方々いらっしゃったんですけども、50の中という意味で言うと、どなたも参加できていないという状況がありました。参加されてたのはですね、その50には入りませんでしたけども、50 NEXT という、次の世代の料理界を背負う、若手を表彰するアワードに選ばれていたエテの庄司夏子シェフ。あとはですね、51位から100位にランクインしたレフェルベソンスの、オーナーの、石田ご夫妻の奥様の方が、来られていたと。で、あとはジャーナリストの方だったりとかっていうところは来られてましたけども、シェフがほとんど来れなかった。で、これは日本だけではなくて、アジア全般、ほとんどのシェフはですね、参加することができなかったというのが今回、例年と大きく違ったところかなというふうに思います。授賞式自体はですね、大体その聞いたところによると700人ぐらいの方が参加されたそうなんですけども、これ例年から比べると私の実感だとですね、3分の1とか4分の1ぐらいのイメージですかね。会場もですね、例年に比べると、比較的小規模でした。ただベルギーはですね、今もう、ほとんどそのマスクをしなきゃいけないっていう制限がなかったりするので、当然その PCR の検査だったりとか、あとは陰性証明。で、こういうものを事前に全員提示するという、制約、条件のもとなんですけども、基本マスクなしでですね、会場では交流できると。で、これも本当にあまりに久しぶりのことだったので、ちょっとドキドキするというか慣れないというかですね、そういう感じもあったんですけども、久しぶりにその世界中のシェフと、再会することができたということで、個人的にはすごく意義があった、セレモニーでした。それでは、次回からランキング順にレストランをご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。